方角の方角片山です。久しぶりですねこの部屋。ちょっと前さ最初の挨拶とかさ、大悟さんみたいに本棚の前で喋ったら賢く見えるかなって思ってなんか質問してたんだけど、今日はちょっと机が必要だったからちょっとこっちに来ました。こっちもね落ち着くよね。スギちゃんどっちがいい？特に僕はないです。僕はなかった。じゃあ今日はねちょっといろいろねこういう風に部品やら何やらこうまとめて置いてあるんですけれども、なぜうちのチャンネルでご紹介するかと言いますとですね、この商品アクセシビリティが関係している商品があるんですよ。それは皆さん何だと思いますか？ちょっと考えてみてください。はい実はですねこの商品全てにアクセシビリティが隠されているというところなんですね。隠されてるっていうか、潜んでるみたいな感じですかね。私たちにとっては隠されてるっていう表現かもしれないですけど、例えば目の見えにくい方、見えない方とかだともう本当にそれが当たり前っていう世界なんだろうなというふうに思いますね。なんかそういったところを今日はねご紹介していこうかなと思います。まずね例えば、ちょっと一番目につくから手に取りますけど、これカゴメのケチャップなんですけど、カゴメのケチャップはねここにケチャップって展示が書いてあります。この下にもねちょっとボコボコとしたカゴメって書いてあるこういう表示があります。なんかね調べたところによると2004年ぐらいからこういう容器にしたらしいです。ケチャップもいろいろあるじゃないですか。カゴメ以外にもいろんな会社が出してると思うんですけど、他の会社はないんですよね。このカゴメだけがあるものなんですね。はい。あとはキューピー系、青旗ってキューピー系だよね。キューピー系だよね。そうキューピー系も結構ありまして、このね上はねドレって書いてあるらしい。ドレッシングのドレ。あとはねこの瓶、これはねジャムですけど、ここに青旗って書いてあるのと、あと裏にはジャムって書いてある。なんか今思ったけどさ、これ何ジャムなのかっていうのはさ区別がつかないんだね。なんか味とかさ、なんかいちごとか書いてあったらいいですよね。やっぱり瓶だとこの他のぐにゃぐにゃ系のこういう容器よりもちょっとなんか凹凸がしっかりしてる感がなんかあるような気がする。はい。あとは味の素系、味の素とあと本だしも味の素ですけど、味の素はねここのてっぺんに味の素って書いてあります。こっちの本だしに関しても本だしって書いてあります。こうやって面で見るとさ、味の素のこういう容器ってなんかすごくさ特徴的な感じするけど、確かに感覚だけだと意外と分かりにくいかもしれないなってなんかちょっと思いますね、こうやって見ると。あとはお酒はこのちっこいカンカンのところに酒って書いてある。そうちっこいやつはねこれは酒って書いてあるんだけど、ちょっと調べたところ 500ml ぐらいのでかいやつ、間違えた、 350ml 500ml だとめっちゃでかいね。ごめん350ml ぐらいのやつだとお酒って書いてあるんですよ。それってこのスペースの問題とかもあるんでしょうけどね。確かにねこれ未成年の目が見えない人とかが飲んじゃったら大変ですからね。ちゃんとお酒はねやっぱ書いておかないとダメですよね。あとはねこれシーセン武田、このビタミンレモンのやつ、ここはねシーセンって書いてあるんですよ。なんかさ思うんだけど、なんかシーセンって私たちこれのこと呼ぶ？なんかあんまり呼ばない気がするんだけど。あとはおたふくソース、ごめんなさいこれうちから持ってきたやつなんでめっちゃ汚いんですけど、ここの上のところに展示が書いてありますね。これ裏表どっちも書いてあります。あとはおたふくマーク、ここもねなんかボコボコしてて触るとなんかわかるんですよね。で下にもおたふくって書いてあるし、触ってわかる容器と展示が一緒になってるとより安心な感じしますよね。あとはねゆかり、これはさ三島食品のゆかりですけど、ゆかりだけここに展示が書いてある。横と縦が展示書いてあるけどさ、これってどう違うんだろう。それはですね、最初は上だけだったらしい。ちぎっちゃうと分かんなくなるから、その後も分かるように横にある。すごい、そうなんだ、なるほど。いやこういう話はなんか非常に面白いね。確かにここ外しちゃうとねもうゴミになっちゃうからね。ゆかりだけって思うと思うんだけど、でもさなんか三島食品ってさ、この赤じそのふりかけの名前を付けたのって三島食品なんですよ。だからねすごいねこのゆかりをすごく多分大事にされてて、三島食品さんは展示もつけたんじゃないかななんて思いますけどね。ちょっとこれは予想ですけど。あとはサランラップとアルミホイル、確かにこれね目つむってどっちがどっちですかって言われたら全然わかんないよね。サランラップの方が短いとかあんのかね。多分ロールが大きくなると深くもそっかそっか、確かにサランラップもうちょっとなんかめっちゃ分厚い版みたいなやつも、こんなでかいの多分ないと思うけど、確かにね。でここのねアルミホイルのここは
展示があったりとか、あとはサランラップは展示じゃなくてここに W のマークが書いてあるんですよ。これは何の W かっていうとラップ、 WRAP のラップ、ラップって R じゃないですからね、 W ですから、その W のマークがあって、でしかもさ W ってさこうなんかひっくり返すと M にもなるじゃん。だからこの W なんだよってことが分かるようにちゃんと上にもマークがついてるっていうね、展示とはまた違った工夫といいますか。あと最後これ牛乳、牛乳はこれ展示はないですけれど、ここに切れ込みちょっとあるの分かりますか？この切れ込みのところは開いちゃダメっていう、そういう表示らしいです。牛乳かそうでないか。思い出したんだけど、生乳 100% のものにしかこの切れ込みって入ってないんですよ。だから乳製品とかそういうのは基本的に入ってないらしくって、なので牛乳かどうかっていうのも分かるし、この切り欠きがあるからこっちを開けちゃダメっていうのも分かるらしい。でもさ、こうやってなんか一通り喋ってて思ったんだけどさ、展示ならまだしもね、例えばこのラップのさ、この W のところとかさ、生乳はここが切り欠きがありますよとかっていうのってさ、こういうのってなんかどこで習うんだろう。盲学校とかで習うのかな。途中でさ目が見えなくなった人とかさ、いきなりなんかルールなんですよとか言われてもなんか分かんなくない？先人がいないと。そう先人がいないと、私なんか教えてくれる人がいないとなんか分かんないよね。そういう生活の知恵みたいなのってなんかどこで習うんだろうとかなんかちょっと思いましたけどね。ちょっと思ったんだけど、例えばこのケチャップとかもそうですけど、ケチャップもさいろんなあらゆる会社が出してるけどさ、展示がついてるのって代表的なのはカゴメとかさ、すごくこう限定的な感じがするのもなんかもったいないなーなんていうふうになんか思いますけどね。例えばケチャップはこれをちゃんとつけるとかみたいな、そういう法律とかがあるわけではなくて、多分自発的に会社がやってんだと思うんだけど、なんかそれだとねちょっとなんか情報に偏りが出たりとかするかななんてちょっと思ったり、あとさっきもさ言ったけど、このいちごがさ、いちごジャムなのか分かんないまんまさギャンブルで買うことになる可能性もあるじゃん。それはなんかもう大変だよね。せっかくならね分かるようにした方がいいと思うけどね。ありすぎても大変なんじゃない？なるほどね。でもさ私たちもさありすぎる中からさ選んでるわけじゃん。ありすぎるぐらいがちょうどいいなと思うけどね。前うちの会社でよくポッドキャストとか一緒にやってくれてた鍋さんっていう全盲の仕事のパートナーの人がいるんですけど、その人はねなんかこういうなんかポテチとかなんかこういう味とかが分かんないものっていうのは大体ギャンブルで買ってるって言ってましたね。言ってたよね。しかも嬉しそうに言ってたね。そうなんかあの人はねちょっと変な人だからなんか嬉しそうになんかギャンブルは好きでとか言って言うけど、今日はどんな味かな。そういやそこまでいくとさプロ全盲みたいな感じなんだけどさ、なんかみんながみんなそうなれるわけじゃないからね、工夫が必要だななんていうふうに思いますけどね。そうなんか他にもねなんか多分いろんな種類のこういったものっていろいろあると思うんですよ。なんか私が知ってるのはあとシャンプーの側面のボコボコとか、今回紹介しきれなかった部分ものがたくさんあるんで紹介したいなっていうふうに思うんですけど、こんなところにアクセシビリティありましたよ、こんな商品に展示ありましたよ、こんなところに触覚のサインがありましたよとか、もしあればねぜひコメントで教えてほしいなと思います。いつも通りチャンネル登録そしてグッドボタンもぜひよろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。